どうもこんにちは、消しゴムです。今日画面に流しているのはいつも通りスケッチブックにペンとマーカーで街の風景を描いている様子です。通勤電車の中や何か作業をしながら BGM 代わりにゆったり聴いていただけたら嬉しいです。さて今回のテーマはサイドクエストという生き方についてです。最近海外の SNS や若者の間でも Life as a Side Quest、 人生をサイドクエストとして生きるみたいな言葉や考えが話題になったりして耳にしたことがある方もいるかもしれません。僕自身このサイドクエストという言葉や概念に最近ものすごく興味を惹かれているんですよね。というのも僕自身今年で30歳になりまして、大学を卒業して本業のメカ設計エンジニアとして働き始めてからかれこれ6、7年という月日が経ちました。社会人になったばかりの頃の右も左もわからないという学生気分の抜ききらない状態から脱却して、仕事の進め方や社会の仕組み、またお金を稼いで生きていくっていうことに対してかなり慣れてきたなっていう実感があります。それと同時に僕は社会人1年目の頃から全く同じ年数だけ本業の傍らで絵を描くという創作活動をしたり、こうして YouTube や SNS で自分の作品や思考を発信したりという活動を続けてきました。この自分の日常を振り返った時にふと思うんですよね。社会人として組織で働き責任を果たしてお金を稼いで生活を成り立たせること、これがいわゆる人生というゲームにおけるメインクエストだとすると、僕がその裏でずっと続けてきた絵を描くこととか発信活動っていうのはまさに人生におけるサイドクエストなんじゃないかなと思ってます。僕たちの日常ってどうしてもメインクエストに追われがちですよね。本業の仕事、目の前の締め切り、収入を増やすこと、キャリアアップ、将来への備え。社会に出ると我々は常に効率的であることや結果を出すことが求められます。もちろんそれ自体は生きていく上で大切なことですし、僕も本業のメカ設計の仕事には日々真剣に向き合ってます。ただこのメインクエスト攻略のためだけに全エネルギーを注ぎ込んでもっと効率よくもっと成果をと走り続けていると、どこかで心が疲弊したり自分が何のために生きているのかわからなくなってしまうっていう瞬間がありませんか？僕は結構ありますね。でそこで聞いてくるのが今回お話ししようと思っているサイドクエストという存在なんです。誰にも頼まれたわけでもないし、やってもやらなくても人生のメインの攻略には直接関係ない。でもだからこそ自分の意思で選んで始める、いわゆる寄り道。このサイドクエストを自分の中に一つ持っておくだけで、日々の見え方や本業を含めた人生の面白さが劇的に変わるんだっていうことを、僕の実体験や僕の本業であるメカ設計の思考プロセス、そしてゲームの例えなんか交えながら今日はたっぷり時間をかけてお話ししていきたいと思います。今日は結構長い時間話す予定なので、作業 BGM として聞き流しながら自分にとってのサイドクエストは何だろうとか、そういったところを一緒に考える時間にしていただけたら嬉しいです。それでは最後までゆっくりお付き合いください。よろしくお願いします。さてここからは最初の章として、なぜ人はサイドクエストにこれほど引きつけられるのか、そして目的は他人に決めさせなくていいっていうお話をしたいと思います。突然ですが、皆さんはゲーム、特にオープンワールドのゲームをしたことありますか？例えば僕も最近すごくハマってプレイしていたゼルダの伝説シリーズなんかはまさにその代表例ですよね。ゼルダの伝説を遊んだことがある方ならきっと誰もが一度は経験したことあると思うんですけども、あのゲームってスタートした直後に魔王を倒して世界を救うとか姫を助け出すっていうめちゃくちゃ明確で壮大なメインクエストが提示されますよね。でも実際にプレイしていて、僕たちが一番夢中になって後から振り返った時に一番記憶に残ってる時間はどこでしょうか？僕も含めてきっと多くの人が世界を救う目的をすっかり忘れて怪しい山の頂上に登ってみたり、崖の上から広がっている綺麗な景色をぼーっと眺めたり、ただその辺の馬を捕まえて走り回ったりとか、小さな生き物を探して草むらをガサガサ漁っていた時間なんじゃないかなって思うんですね。魔王を倒して世界を救うという大目的に比べたら、
それらの行為ってぶっちゃけゲームのクリアには直接関係のない、一見すると無意味な寄り道、まさにここでいうサイドクエストなんですね。でもそのやらなくていいことをやってる瞬間こそが僕たちの心を一番ワクワクさせてくれるんですよ。これと同じような経験が僕の小学校の頃にめちゃめちゃハマっていたウイニングイレブンというサッカーゲームでもありました。ウイニングイレブン、俗入ウイレにはマスターリーグという自分でクラブチームを運営して何シーズンも戦っていくすごい大人気のモードがあるんですけども、ゲームが本来用意しているメインの目的っていうのはチームをどんどん強化してリーグ戦やカップ戦で優勝することであって、自分の好きなスター選手を集めてドリームチームを作ることなんですね。でも僕がそのマスターリーグで一番熱中していた遊び方はそれとはちょっと違っていたんです。僕はリーグ優勝を目指すよりも南米とか欧州の弱小クラブに眠っている10代の若い有望な選手を数千万レベルで格安で買い叩くということに異常な情熱を注いでました。そしてその獲得した若手選手を途中出場させたり、カップ戦で根気強く育ててステータスを伸ばして2、3年後にビッグクラブへ数十億円で高値で売却する、まさにサッカーゲーム内の中で勝手に裏経営シミュレーションをやっていたんですね。試合でゴールを決めて勝つことよりもこの18、19歳あたりのスカウト選手が来シーズンはいくら売れるかなと考えている時間の方が僕は楽しかったんですよね。これって何が面白かったのかなって今振り返ると、ゲーム側が提示してきた優勝してくださいとか強いチームを作ってくださいという公式のメインクエストをいい意味で無視して、このゲームの中で自分はどう遊ぶかという主導権を自分の手で勝ち取っていたからなんだと思うんです。もちろんだからといってサッカーの基本ルールやリーグ戦という仕組みを否定しているわけではなくて、11対11でゴールを競うっていう明確な枠組みがあるからこそ、そのルールの中で自分だけで裏ルールを設定して遊ぶという余白が生まれるわけです。そしてこれゲームの世界の話ではなくて、僕たちの生きる現代社会や日常生活にとっても全く同じことが言えると思ってます。僕も大学を卒業して社会人になり、メカ設計のエンジニアとして働き始めて6、7年経って今年で30歳になってます。社会人生活にもだいぶ慣れてきて、学生気分の抜けた大人としての日常が定着してきたと感じてます。社会に出ると僕たちは強制的に社会というゲームのメインクエストを与えられると思ってます。会社で評価される、役職を上げる、給料を増やす、結婚して家を買う、業界で実績を残す、こうした分かりやすいゴールや指標ですね。もちろんそれらを目指すことは素晴らしいことですし、僕自身も生活していくため、そして社会人として責任を果たすために本業のメカ設計というメインクエストには日々本気で向き合ってるつもりです。でももし社会から与えられたメインクエストの攻略だけを目標にして生きていくとどうなるか。どこかのタイミングであれ、自分は誰かが作った攻略チャートをただ忠実に従っているだけなんじゃないかっていう奇妙な息苦しさを感じてしまう習慣が来ると思うんです。効率や売上、数字、評価といったメインの軸だけで日常を埋めてしまうと、人生がどこか味気ないものになってしまう。だからこそウイレで勝手に若手育成&転売ゲームを始めて楽しんでいたように、人生という大きなゲームの中で社会が提示してくるメイン目標とは別に自分だけのサイドクエストを勝手に設定していいはずなんです。僕にとってのそのサイドクエストが冒頭でもお伝えしましたが、今映像にもあります通り、絵を描くこと、街の風景を観察してスケッチすることであり、こうして自分の思考を YouTube で発信することでした。これは誰かに頼まれたわけでもないですし、正直やらなくても誰も困らないと思います。社会的なメインの成功から見たら遠回りで無意味な寄り道に見えるかもしれません。でもこのサイドクエストという自分だけの遊びを持っているからこそ、社会人としての日常を主導権を持って面白がることができるんだなと感じています。ゲームの目的や楽しさは他人に決められる必要はないと思うんですね。自分がこれが面白いんだって思えた瞬間、その寄り道はあなたにとっての最高のサイドクエストになると考えています。
では次の章では僕のメカ設計エンジニアとしての視点から機械の構造論と人生の構造論を重ね合わせて少し論理的に紐解いていきたいと思います。さて第1章ではゲームの話を引き合いに出しながら他人に決められた目的から離れて自分だけのサイドクエストを楽しもうというお話をしてきました。ここからは第2章として僕の本業であるメカ設計の視点からこのサイドクエストという存在がなぜ僕たちの人生にとって不可欠なのかを少し構造的に紐解いていきたいと思います。題して人生にクリアランスを作る設計論です。僕は普段メカ設計エンジニアとして精密な装置の設計を担当しています。ほぼ毎日 CAD ソフトに向かってミクロ単位の寸法と向き合いながらどうすれば機械が故障せずに何年も正確に動き続けられるかということを論理的に突き詰めているわけなんですが、この機械の設計論って実は人間の生き方やメンタルの構造と驚くほどそっくりだと僕は思ってます。機械を設計するときに僕たちエンジニアが絶対に犯してはならない一番初歩的で恐ろしいミスっていうのがあります。それが何かっていうと、パーツ同士の隙間、クリアランスっていうんですけども、このクリアランスをゼロにしてギチギチに設計してしまうことなんです。一見すると隙間なくぴったり精密に組み合わさっている機械の方が頑丈で高品質なように思えるかもしれません。部品によってはそれでもいいんですけども、良くない部品が多いです。なぜかっていうと、現実世界には必ず熱とか摩擦、そして材料の寸法誤差っていうのが存在します。機械が動いて軸やギアが回転すると必ず摩擦熱が発生します。金属というのは熱を持つと膨張します。これを熱膨張って言うんですけども、もしそのパーツとパーツの間に逃げ場としての隙間が用意されてないと、膨張した金属同士が内部で激しく押し合って固まって動かなくなってしまうんですね。これは僕たちの業界では焼き付き固着って呼んでるんですけども、一度焼き付きを起こした機械はモーターが焼き切れるか中の軸がボキッと折れるまでは止まりません。つまり機械がスムーズに動き続け本来のパフォーマンスを発揮するためには、一見するとこの無駄な隙間に見えるような遊び、クリアランスが設計の段階からあらかじめ意図的に組み込まれてなければいけないんです。そしてメカ設計におけるもう一つの重要な考え方に応力分散というものがあります。一つの構造物に対して外からの力がたった一箇所だけに集中してかかり続けると、その部品、その部分の材料は金属疲労を起こしてある日突然目に見えない亀裂が入って破断してしまいます。だから設計者はかかった力をどうやって全体に逃がし応力、負荷を散らすかという構造の逃げ道を常に計算しているんです。このクリアランスと応力分散というメカ設計の理論、これ僕たちの日常や働き方に置き換えてみるとめちゃくちゃ腑に落ちる部分がありませんか？僕たちは社会に出て働く中で知らず知らずのうちに自分という人間を隙間のない完璧に効率な機械にしようとしてしまいがちだと思ってます。本業のメインクエストだけに 100% の意識を向け、朝から晩まで仕事のことだけを考え、成果や給料、社内での評価という単一の軸だけで自分の価値を測ってしまう。これメカ設計の視点から見るとクリアランスゼロで一つの軸だけに荷重を全集中させている危険な状態だと僕は思います。順風満帆に行ってる時はそれでも回るかもしれませんが、でも人生には必ず意図しない摩擦や予想外の熱、トラブルとか人間関係のストレスとかが発生します。その時自分の中に仕事以外の抜け場、つまりクリアランスが用意されてないと、心の中で膨れ上がったストレスの逃げ場がなくなり、精神がギチギチに圧迫されて、ある日突然心が焼き付いて動かなくなってしまう。あるいは仕事というたった一つの軸にかかる重圧に耐えかねて金属疲労を起こすように心がポキッと折れてしまう。社会人になって6、7年と働いてきて、僕が強く実感しているのは、本業を長く続けるために本業とは関係のないサイドクエストという遊びが必要不可欠であるということです。僕にとって社会人1年目の頃からずっと続けてきた絵を描くことや
スケッチをして SNS で発信するということは、まさに自分という機構を焼き付かせないための最高のクリアランスであり、応力分散の仕組みでした。例えば本業のメカ設計でどれだけ難しい課題にぶつかって頭を抱えても、あるいは職場で落ち込むようなことがあっても、家に帰ってスケッチブックを開き、お気に入りのペンとマーカーを手にして線を描いている時間、または休日にカフェのすごい小さなテーブルとかで風景を集中して描いている時間があるっていうことは、その瞬間僕の脳の荷重は本業のストレスから完全に切り離されて、絵を描くという別の構造で綺麗に分散されてるんだなって最近実感してます。自分には本業のメカエンジニアとしての世界ではなくて、絵を描いて表現するもう一つの世界、いわゆるサイドクエストがあるんだと思ってます。この感覚が自分の中に一つあるだけで、本業でどれだけ強い圧力がかかっても心が折れずに遊びを持って柔軟に受け流すことができるようになりました。面白いのは、サイドクエストという遊びを作ったことによって結果としてメインクエストである本業のパフォーマンスも上がったということです。精神的に追い詰められなくなった分、仕事場でも視野が広くなり、柔軟でクリアな思考で設計に向き合えるようになったと思ってます。一見すると本業とは何の関係もない寄り道が、なぜ人間の創造性を爆発させ、思いがけないイノベーションを生み出してきたのか。次の第3章では、歴史上の偉人たちのエピソードを引き合いに出しながら、サイドクエストがもたらす思考の化学反応について紐解いていきたいと思います。さて、この章では偉人たちとサイドクエストというテーマでお話ししていきたいと思います。僕たちはよく偉人や歴史上の天才と聞くと、一つの道を愚直に脇目も振らずに極め続けた人というイメージを持ちがちですよね。ですが歴史を丁寧に紐解いてみると、実は全く逆であることがわかります。歴史に名を残すイノベーターや表現者たちの多くは、本業というメインクエストの裏で驚くほど情熱的にサイドクエスト、寄り道を楽しんでいた人たちばかりだったんです。その最も分かりやすい象徴が、誰もが知る天才レオナルド・ダ・ヴィンチだと思います。今でこそダ・ヴィンチといえばモナ・リザや最後の晩餐を描いた偉大な画家として認識されていますが、彼が当時の雇い主に提出した履歴書や自己 PR に何が書かれていたかご存知でしょうか。そこに書かれていた彼のメインの職種は、実は軍事エンジニア、兵器開発者だったんですね。自分はいかに頑丈な橋を設けられるかとか、どんな強力な大砲や戦車を作れるか、建築や土木工事においていかに優れた設計ができるかといった軍備や都市計画に関わるスキルがずらりと並んでいたそうです。彼にとっての当時のメインクエストは、君主に雇われて軍事施設や機械を設計するエンジニアとしての仕事だったわけですね。でも僕たちが知っている彼の絵画の印象や、あとは人体解剖とか動物の観察、あとは水の流体力学の研究は何だったのか。これこそが彼にとってのサイドクエストでした。頼まれた軍事的仕事の合間に、彼はひたすらノートに鳥の羽の構造を書き殴り、夜な夜な病院で人の死体を解剖して骨の付き方をスケッチして、川のせせらぎを見ては水の渦のパターンを観察していたんです。当時の周囲の人たちから見れば、おそらくダ・ヴィンチはまた変な寄り道をして本業をサボってるとか、何の役にも立たない観察ばかりしてると見えてたかもしれません。しかしこの一見すると無意味なサイドクエストで培われた目線、圧倒的な観察力であったり、解剖の知識、光と影の物理的な理解があったからこそ、モナリザに宿る不気味なほどのリアルさや人間味のある表情を書き出すことができたわけだと僕は思ってます。もし彼が軍事エンジニアとしてのメインクエストの業務だけを没頭し、効率だけを追い求めていたら、今日まで語り継がれる彼の芸術作品や数々の発明のスケッチはこの世に生まれていなかったかもしれません。異なった2つ以上の領域を行き来することで、新しい視点やアイデアが生まれる現象を学術的には知のクロスポリネーションと呼んだりするみたいです。メインクエストの領域だけに閉じこもっていると、どうしてもその業界の当たり前や常識に思考が縛られがちになります。
しかし全く別のルールで動いているサイドクエストの世界に足を踏み入れると、そこで得た知識や観察眼、体験が巡り巡ってメインクエスト側の思考を劇的にアップグレードをしてくれるんです。これって現代に生きる僕たちの日常でも全く同じことが起きていると感じてます。僕自身、本業はメカ設計というロジカルでデジタルな世界にいますが、サイドクエストとしてアナログのペンとマーカーで手書きスケッチをする、 YouTube でその思考を言語化して発信するという全く別の世界を持ってます。一見すると設計図を描くことと街の風景をスケッチすることは別物に見えるかもしれません。ですがスケッチというサイドクエストを通して街の建物の構造や光と影の当たり方、物体の奥行きを観察する癖がついたことで、本業で機械の 3D モデルを組む時も立体の捉え方や空間認知の解像度が圧倒的に上がったと感じる瞬間が多々あります。逆にエンジニアとして培った構造化して物事を考える癖があるからこそ、絵を描くときや YouTube で話すときにも独自の論理的な視点でリスナーの皆さんに解説ができると思ってます。メインクエストであるお金稼ぎの仕事とサイドクエストである表現活動がお互いに良いエネルギーを供給し合って自分という人間の独自の強みを作っていると思ってます。歴史上の偉人たちが教えてくれるのは、サイドクエストこそがあなたの人生の解像度を上げ、他にはないオリジナリティを作ってくれるということです。効率や正解だけを求めるメインクエストの日常から、あえて一歩踏み出して自分の知的好奇心が動く方向へ寄り道をしてみる。その瞬間が巡り巡ってあなたという人間を魅力的にして日常をイノベーティブしてくれるはずだと思ってます。さてここまでサイドクエストの素晴らしさについてお話ししてきましたが、実はこのサイドクエストという考え方を楽しむ上で多くの人が陥ってしまう最大の罠が存在します。それがせっかく始めたサイドクエストがいつの間にか第2のメインクエスト化してしまうという現象です。次の章ではサイドクエストを義務感や数字に追われるものにせず、一生ものの人生の遊びとして楽しむための具体的な工夫についてお話しして、このラジオを締めくくりたいと思います。さてここまでサイドクエストという生き方の魅力やメカ設計の視点から見たクリアランスの必要性、そして歴史上の偉人の寄り道についてお話ししてきました。最後に第4章としてサイドクエストを第2のメインクエストにしないための工夫についてお話ししたいと思います。ここまでの話を聞いて、よし、自分も何か新しいサイドクエストを始めてみようだったり、それか私が今書いてるようにスケッチとか絵を始めてみようかなって思ってくださった方がいたらすごく嬉しいです。ただここで一つ絶対に気をつけたい大きな罠があります。それはせっかくの自分の心を解放するために始めたはずのサイドクエストがいつの間にか義務感や数字に追われる第2のメインクエストにすり替わってしまうという現象です。これはね、現代においてめちゃくちゃ起きやすいんですよね。例えば絵を描くのが好きだから SNS に投稿し始めたとします。最初は純粋に楽しかったはずなのに、次第にいいねの数やフォロワー数、再生回数といった数字が気になってしまう。もっと評価される絵を描かなきゃ、毎日投稿しないとアルゴリズムに嫌われる、もっとフォロワーを増やして副業してマネタイズしなきゃ。こうなった瞬間、せっかくのサイドクエストからの自由や遊びが消え去り、本業のメインクエストと同じようなノルマ、評価、成果主義の苦しみが生まれてしまいます。メインクエストのストレスを逃すための避難所だったはずの場所がもう一つのストレス源になってしまうっていうわけですね。僕自身社会人1年目から絵を描くことや SNS での発信を続けていく中で、この罠にはまりそうになった瞬間が何度もありました。今もありますね。もっと数字を伸ばすにはどうしたらいいのかなとかいうことばかり考えて、描きたい絵ではなく伸びそうな絵を描こうとしたり、自分の思考を楽しむ時間ではなく締め切りを守ることが目的化してしまったり。じゃあどうやって僕はこの絵や発信という活動を第2のメインクエストにせずにサイドクエストにしているのかっていうところを話そうと思います。僕が意識している工夫は大きく分けて2つあります。1つ目はサイドクエストの中に評価や成果を完全に手放す無目的ゾーンを残しておくことです。
発信しているとどうしても人に見せるための成果物を作ろうとしてしまいます。でも僕はそれとは別に誰にも見せないスケッチブックを持ったり、あえて数本のマーカー、画材だけで適当に描いてみるといった実験や試行錯誤だけの時間を意識して作るようにしてます。うまく描かなくてもいい、作品にならなくてもいい、SNS に載せなくてもいい、そうやって成果を求めない純粋な観察と実験の作業を自分の中に残しておくことで、サイドクエストが本来持っている内発的なワクワク感を守ることができるんですよね。そして2つ目の工夫は、メインクエストをしっかりこなしてリスペクトするということです。一見すると逆のように見えるかもしれませんが、実はこれが一番効くと思ってます。サイドクエストが第2のメインクエスト化して暴走してしまう最大の理由は、本業メインへの不満や焦りをサイドクエスト側の成果で埋め合わせようとしているからなんですね。本業で評価されないから SNS で評価されたい。本業の収入に不安があるから副業で稼ぎたい。そうやって過度な期待や負担をサイドクエスト側に背負わせると、サイドクエストは途端に重たく苦しいものになると思ってます。本業の設計は自分の生活の基盤を支え、社会人として責任を果たし、この面白い日常を維持するための第一の柱であると腹をくくってリスペクトすることが大事だと思います。本業というメインクエストの土台がしっかり安定しているからこそ、サイドクエスト側ではお金にならなくてもいい、誰にも評価されなくていいという圧倒的な自由を手に入れることができるんです。メインクエストがあるからサイドクエストが輝く。逆にサイドクエストがあるからメインクエストが壊れずに回り続ける。このお互いを支え合うしなやかな循環こそが大人の日常をずっと面白くして続けられる秘訣なんじゃないかなと思います。さて今日はサイドクエストというテーマでゲームの例えからメカ設計の理論、歴史の偉人、そして僕自身の実体験までかなりじっくり話してきました。今日のお話を振り返ってみると、僕たちが生きているこの現代社会ってどうしても早く目的地に着くことや最短ルートで攻略することばかり評価されがちな世界です。でもゲームでも人生でも後から思い返して楽しかったなって思うのは、目的地に一直線に向かった時間よりも途中でふと見つけた美しい景色に立ち止まり、誰もやらないような自分だけのこだわりを楽しんだ寄り道の時間なんじゃないでしょうか。あなたにとって日常の裏で密かに心をワクワクさせるサイドクエストは何ですか？それは絵を描くことかもしれないし、料理、写真、あるいは誰も気に留めないようなマニアックな収集癖や散歩の途中で見かける街並みの観察かもしれません。もし日々の仕事やメインクエストに追われて息苦しさを感じているなら、自分だけのサイドクエストへ出かけてみるのはいいと思います。そしてもしよければ皆さんが仕事や日常の裏で楽しんでいる自分だけのサイドクエストや密かなこだわりについて、ぜひコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。皆さんのサイドクエストの話を聞くのが僕にとってもすごく楽しみです。はい、長くなりましたが、今日の消しゴムラジオはこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。では次の動画で会いましょう。消しゴムでした。バイバイ。